皆さん、こんにちは、エマです。このポッドキャストでは優しい日本語でいろいろなトピックについてお話ししています。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？元気に過ごしてらっしゃいますかね？この前の動画のコメント欄で、ちょっと私の最近の悩みというか、今ちょっとメンタル、心が苦しくて大丈夫じゃないっていうお話をしたんですけど、それに対してたくさんの方が優しいコメントをくれました。本当にありがとうございます。そしていつも心配をかけてしまって本当にごめんなさい。そして今日のポッドキャストではかなりね、心配をかけてしまったので、今日は私の身に何が起きているのか、そういったことについてお話ししていきます。今日のテーマは夢です。夢。皆さん、夢っていうのはわかりますか？寝ている時に頭の中で見るものありますよね。それが夢なんですけど、夢にもいい夢と悪い夢があります。そして私は最近毎日悪い夢を見ます。この悪い夢を日本語では悪夢というふうに呼ぶんですけど、この悪夢がかなり起きているんですね、今。ストレスが原因だとは思うんですけど、この悪夢のせいでさらにストレスが増えてしまっているっていうのが今の状況です。どういうことかというと、うなされるんですね、寝ている時に。例えば、夢の中で叫んでいる。それが実際の私も叫んでしまっています。寝ている時に叫んでいたり、泣いたりしたりして、それで目を覚ますんですね。自分の叫び声とか涙とかで目を覚ますっていうことがすごく多いんです、最近。なので、それもあって、ちょっと自分でも、あ、そろそろやばいなというか、かなりストレス溜まってるなっていうのは気づいてはいたんですけど、なんでここまで落ち込んでしまったかというと、私は自分でストレスを発散できない。ストレスの発散方法があんまり自分でよくわかっていないんですね。例えば皆さんの中には寝てストレスを解消できる、発散できる、減らすことができる方もいれば、食べることで発散できる人もいる。例えば他にも友達と話したり、映画を見たりして発散するっていう方もたくさんいらっしゃると思います。そして私自身も今まで映画を見てストレスを減らすっていうことをしていたんですけど、最近はちょっとね、ストレスがマックスになってしまったのか、映画ですら見れない。最後まで映画を見ることができなくて、途中までしか見れない、集中できないんですね。そういうことが起こってしまって、全くストレスが解消されていないっていうのがありました。で、高校生の時からこういうストレス、結構ストレスに関して悩みがあったんですね。どういうことかというと、かなりストレスを抱えて落ち込んだりして、気分の上がり下がり、アップダウンがかなり激しかったんですね、その時から。でも、カウンセリングとかセラピーに行ったことはありませんでした。これはなんでかというと、日本では正直まだそういうのがあんまり広まっていないんですね。カウンセリングを受けること、セラピーを受けることっていうのが全然と言っていいほど広まっていない。しかもこういう私みたいに落ち込んでしまう、結構ネガティブに考えてしまうっていうことがおかしいっていう風に考えられているっていうのが高校生の時はかなりありました。で、実際に私も言われたことがあるんですね。直接私に言われたわけではないんですけど、映画とかドラマとかで
鬱の人とか、気分が落ち込んでしまう人、そういう人を見て、なんでこんなにネガティブなのとか、カウンセリングによく行けるねとか、そういう風に言っている人を見たことがあるんですね。というか結構います。なんかそういうネガティブなのはおかしい。そういう言葉をたくさんたくさん今まで聞いてたので、正直私もカウンセリングとかセラピーに行きたかったけど、周りから何か言われたらどうしようとか、おかしいって言われたらどうしよう、惹かれたらどうしよう、そういう思いが強かったんですね。私は自分の心よりも周りの人からの印象を気にしてしまってました。怖かったんですね。誰かに何かを言われるかもしれないっていうのがすごく怖くて行くことができませんでした。今でも少し後悔してます。もっと早くちゃんと何か対処していたら、ここまで落ち込んでしまうことはなかったんじゃないかなとか思うことがあります。でも、それをね、言ってもしょうがないので、今から少しずつ考えていきたいんですけど、なんかこういう風に誰かに言われた言葉とか、誰かの言葉、誰かが言っていた言葉とか、そういうものにトラウマを感じてしまうことが私は多いんですね。誰かの言葉がトラウマになってしまう。それが怖くて、ふとした瞬間に思い出してしまったり、それが夢の中で出てきたり、そういったことが私にはよく起こります。実際に私が今まで言われた言葉の中で、一番引きずっていること、一番今でも苦しんでいる言葉があります。これはきっと皆さんが思うような暴言とか悪口とかじゃなくて、汚い言葉とかじゃないんですね。何かというと、あなたのことを理解してるっていう言葉だったんですね。あなたのことを一番わかってる。あなたのことを一番理解してる。その言葉が私にとってはものすごく苦しかったです。そしてその言葉が夢に出てくるんですね。それで私はその言葉に対して言い返す。叫んで目を覚ます。そんなことがたくさんあるんですね。なんか悪口とか暴言とか汚い言葉は別に傷つかないんですね。そんなに。なんか私はそういう悪口とか汚い言葉を話す人に対してそもそもちょっと不信感というかあんまり関わりたくないって思うことが多いんですね。汚い言葉を連発する人、何回も何回も言う人とか。だからそういう人に何か言われても別に何も思わないんですけど、逆にそういう理解してるとかあなたのこと一番わかってる。そういうふうに言われることが私にとってはものすごく苦しかったんですね。なんでこれが苦しかったかというと、実際にはその人は私を全く理解していません。全く私のことを知らなくて、例えばわかりやすく言うと、私はカラフルな色が好きなんですけど、その人は私はモノクロ、黒とか白が好きだと思ってる。だから私が例えばカラフルなものを買うと、その人はなんでカラフルなものを買ったの？あなたはモノクロが好きでしょ？あなたは黒と白が好きでしょ？って。そんな感じで、私の好きなもの、嫌いなもの、何を言われて傷つくか、何を言われたら幸せになるのか、そういったことを全く知らないのに、私のことを理解してる、私のことを分かってる。そう言われたんですね。それがすごくトラウマなんです。そう言われてしまうと何も言い返すことができない。
私はカラフルが好きだよって言っても、その人の中で私はモノクロが好きで生きてるから、私はその通りに生きないといけない。そういう風に感じてしまうことがすごく多いんですね。その人は別に私を傷つけようとか思って言ってるわけではないと思うんだけど、私にとってはそう感じてしまう。だから私はこれがものすごく苦手なんですね。すごく苦しいなって感じることが多いです。なんか人を理解するって難しいじゃないですか。私も理解できないんですね。誰かのことを。それはすごく難しいことだと思う。だから私は無理に理解しようとなんてせずに、ありのまま、そのままを受け入れてほしいし、逆に受け入れたいんですね。なんかそういう無理にその人のことを分かった気でいるんじゃなくて、分からないなら分からない。そのままでいいと思うんです、私は。だから、そういうふうにあなたのこと分かってる、あなたのことを理解してる、そういうふうに言われるのは、私にとってものすごく窮屈、すごくこの中にいないといけない、そんな気になってしまうことがあるんですね。すみません、なんか難しくなっちゃいましたね。でも私はこういう風に最近悩むことがあって、数ヶ月ぶりに友達に連絡したんですね。ある友達がいて、その子と全然たまにしか連絡を取らないんですけど、たまに飲みに行ったり、その子に何気なく LINE したんです。なんとなくその子と話したくなって、その子に連絡したくなって、正直に言いました。苦しい。どうやって今まで生きてたのかわからない。そんな風に送ったんですね。数ヶ月ぶりに。意味わかんないじゃないですか。そんな、全然たまにしか連絡取らないのに、急にそんなに暗い話というか、すごくシリアスな話をね、連絡されても友達は困ったと思うんですけど、でもその子は出会った時からそうなんですけど、私のことを無理に理解しようだなんてしない子なんですね。私を私のありのまま、そのまま受け入れてくれるというか、そのまま私が言葉にした言葉をその子の中で変えたりせずに、ただただ聞いてくれる。そんな人で、私はその子の言葉にものすごく救われました。なんかね、これがストレスなんでしょとか、これを悩んでいるんでしょとか、そんな風に決めつけるんじゃなくて、ただただ聞いてくれたんですね。そして、それに返ってきた言葉も、私にとってはものすごく大切なものでした。無理に寝ようとしなくていい。眠たくなったら寝ればいいって言ってくれたんですね。好きなもの食べて、好きな映画見て、眠たくなったら寝ればいい。そう言ってくれて、私はその言葉にものすごく救われました。何があったのとか、そういう具体的なことを聞くんじゃなくて、ただただそう言ってくれて、だから本当にその子には感謝してます。なんかその子がこの動画を見てたら恥ずかしいからあんまり言いたくないんだけど、私にとってその子はすごく大切なんですね。私が今まで出会った人の中で、話し方とか言葉遣いとか考え方とか、本当に憧れる人、尊敬する、そういう人なんですね。だからその子の言葉にものすごく救われました。なんか今までもっと頑張らないととか、まだまだ私は頑張れてないとか、
そういうふうに考えてしまうことが多かったんです。まだまだ頑張れていない気がして、自分が頑張っているっていう自覚がなくて、でもその子のおかげで、ああ、私は頑張りすぎてたのかもしれない。そう気づくことができたんですね。なので今はかなり楽になりました。もう少し楽に自由に生きていいんじゃないかなって、どこか頑張らない日を作ってみたり、そういう風にゆったりと過ごす、そういうのも大切だなって今の私に。皆さんに心配かけてしまって本当にごめんなさい。たくさん優しいコメントをくれて、皆さんのおかげで本当に心が温かくなりました。ありがとうございます。皆さんも無理をしないでくださいね。しっかり食べて、好きな映画見て、好きなことして、眠たくなったら寝てくださいね。その子の言葉が私にとって本当に大切でした。本当に感謝してます。はい。じゃあ今日はこんな感じで最近私の身に起こっていたこと、悪夢だったりストレスだったり、そういうことについてお話ししました。いかがでしたか？少し難しくなってしまったかもしれないんですけど、今日も日本語の勉強に役に立っていたらすごく嬉しいです。では皆さん、今日もここまで聞いてくれて本当にありがとうございました。いいなと思ってくれた方は高評価、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。いい一日をお過ごしください。じゃあね。